はいどうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は今日の落書き5ということで、こちらのイラストが完成するまでのメイキング映像を見ながら、ざっくりとした解説を入れていってみたいと思いますので、僕がどのように絵を描き進めているのか、作業工程に興味がある方は最後までお付き合いいただければと思います。それではやっていきましょう。まずはオーラフですね。ざっくりとした絵でいろいろなポーズを描いてみて、最終的に仕上げまで描きたい絵のモチーフをいくつか描いて探っていきます。ピンタレストというサイトからポーズを拝借することが多いですね。描きたいモチーフが決まったら、オーラフを下敷きに下書きを描いていきます。この段階で結構書き込んだ方がいいとは思うのですが、今回は趣味の落書き程度なので、行き当たりばったりで下書きを描いていきます。下書きが描けたら、それを元に清書のペン入れをしていきます。僕の場合は顔周りからペン入れをしていくことが多いような気がします。顔の表情なんかもラフの段階でほとんど描いていないので、ペン入れの段階で表情を考えながら描いていきます。これあんまり良くないんですけどね。あと、この後色を塗る工程があることを考えると、線と線の隙間はあんまり開けない方がいいと思うのですが、アニメーターの癖というかあるあるなんですけど、なんとなく線をつなげないで描いてしまうんですよね。なんででしょうかね。続けてもう一人の方の子を描いていきます。絵にストーリー性を持たせるために、こっちの子は少しうつむいた顔の角度を活かして、ちょっと切ない感じというか、思い詰めた感じが出るような表情にしてみました。一枚の絵なんですけど、キャラクターの表情によって見ている人に前後の展開を想像させるような絵にすることもできるような気がします。こんな感じで線画ができましたね。続いて色塗りをしていきます。まずは下塗りですね。こんな感じで肌、髪、服などパーツごとにレイヤーを分けてベースとなる色を置いていきます。普段から僕のチャンネルを見てくれている人は知ってると思いますが、僕はアニメーターなので、色塗りに関してはほぼほぼ初心者同然なんですよね。で、最近になってようやく色塗りもやってみようかということで勉強し始めた感じなんですが、ほぼほぼ見よう見まねの独学でやっておりますので、その辺はご了承ください。あと余談ですが、僕の仕事経歴は概要欄にリンクがありますので、興味があれば覗いてみてください。ということで、下塗りが終わりましたね。次は影付けなんですが、先ほどの下塗りに使ったレイヤーを一つのフォルダにまとめて、その上に影塗り用のレイヤーを作ります。今回はすべてのパーツを一色でざっと影を落としていきます。いわゆるアニメ塗りですね。影付けをするときは必ず光源と呼ばれる光のある方向を意識して、立体として考えたときに光が当たらない部分に影を描くようにします。今回の場合は、キャラクターの奥に光源がある、いわゆる逆光状態なので、カメラから見える面はほとんど影になってしまいます。もう一人も同じように影付けをしていきます。影になる部分を縁取りしたら、バケツツールでサクサク色を塗っていきます。こんな感じで一通り影塗りが終わったら、影レイヤーの透明ピクセルをロックして、上からエアブラシを使ってぼんやりと色をのせて、塗りなじませブラシで影色となじむように色を整えていきます。次に線画レイヤーの上にレイヤーを作って下のレイヤーでクリッピングしたら大きめのエアブラシで線の色を変えていきます。影の際の部分に少し色味を加えていきます。こんな感じに仕上がりました。続いて背景を描いていきます。まずはざっくりと色を落としてみて、どんな感じに仕上がるか様子を見ていきます。グラデーションツールで空を塗って、円形の山から順番に徐々に色味を上げながらざっくり描き進めていきます。海の部分もこんな感じで大雑把にざっくりと塗ってみて感じを見ていきます。手前の堤防部分をもう少し描いていきましょう。堤防部分の質感が欲しかったので、粗い水彩を使ってざっくりと質感をつけていきます。
画面に空気感を出すためにレイヤーを1枚足して大きめのエアブラシで白色を塗っていきます。あとは海の部分や山の部分にもう少しだけ加湿をして背景部分のラフは完成です。こんな感じに出来上がりました。あとはこれを元に背景を描いていきましょう。まずは堤防部分から。上の面と側面を分けてベースの色を塗っていきます。そこに粗い水彩を使ってコンクリートの感じが出るように質感を描き足していきます。何度か重ねるとそれっぽくなりましたね。キャラクターの足元に地面影を描き足します。エアブラシのにじみスプレーを使って堤防に加湿していきます。キャラクターの髪の色が背景と合っていないように見えたので、もう少し暗い色に変えました。服の色も少し明るく感じたので、暗い色に変えていきます。こんな感じに仕上がりました。続いて海の部分を描いていきます。まずはベースとなるレイヤーにグラデーションツールで色を塗ります。その上にレイヤーを作り、円形部分を油彩で塗ったら、細かい波が見える部分を点描で塗っていきます。こうすると、なんとなく波の感じが出ているように見えますよね。海に光が反射している部分は、点描の粒の大きさを変えながら、奥から手前に向かって粒を大きくして描いていきます。海の部分にもう少し違う色を加湿していきます。向こう岸の山も質感を出すために点描で加湿していきます。キャラクターの影が物足りなく感じたので、濃い水彩を使って2影を足していきます。本来ならキャラクターの色塗りはもっと書き込んだ方がいいのかもしれませんが、キャラクターの小さいサイズ感と絵の雰囲気を考えると、このくらいの書き込みで十分なんじゃないかと思います。キャラクターが少し大きく感じたので、サイズを調整します。ということで、こんな感じに出来上がりましたね。と言いたいところなのですが、背景の山のフォルムが丸すぎるので、消しゴムで削って形を整えていきます。ということで完成です。いかがでしたでしょうか？今回の動画のノウハウを絵を描く上での何かしらの参考にしていただければと思います。また、オンラインサロンでは絵の講習もやっておりますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。